皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。船旅大好き。今回は東京湾を周遊する水上バスに乗ってきました。これが目から鱗、格安で見どころいっぱい、クルーズ気分が楽しめる大満足の船旅だったんです。このチャンネルでは無料や穴場、格安などお得なお出かけ情報もご紹介しています。観光スポットの解説、周辺のお店、メニューや料金なども行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。よければ最後までご覧ください。さて、出港時間になったので船へと乗り込みます。今回私が乗船いたしましたのは、葛西臨海水族園もある葛西臨海公園乗り場からお台場海浜公園までのルート。船室は屋内と屋外があり、屋内はこのような感じ。暑いまたは寒い時は屋内がいいかもしれません。ふかふかの椅子にテーブル、カウンター席もあります。所要時間は約50分。料金はなんと1200円。ランチ1回分のお値段で船旅が楽しめちゃうんです。約50分というのは退屈かなと思ったのですが、全くそんなことはありませんでした。周囲の見どころがいっぱいのルート。こういう楽しい情報はぜひぜひ皆様にお伝えしたいと思い動画にいたしました。では早速出港です。葛西臨海公園の周辺では芝生にレジャーシートを敷いてピクニックを楽しんでいらっしゃる方も多かったですよ。水族館もとっても素敵でしたので動画を作成しております。よかったらそちらもご覧くださいね。船旅というとまずは船酔いが心配になるかもしれませんが、全く心配はありません。このようにほとんど揺れていないのがお分かりになるでしょうか。速度もちょうどいい感じ。水上バスには様々なルートがあり、隅田川を下って浅草や竹芝、両国など主要な観光名所で降りることもできます。越中島で降りれば月島でもんじゃも楽しめますし、聖路加ガーデン前で降りれば築地グルメも楽しめます。料金は400円から700円ほど。実はお手頃価格で船旅が楽しめるんですよ。地下鉄での移動は早くて便利ですけれどもちょっと複雑。外の景色を眺めながら周遊する移動手段の一つとしてぜひ候補に入れてみてくださいね。ただ本数は1時間に1本や2時間に1本ほどだったりするのでご注意ください。400円程度でお得なクルーズが楽しめちゃう。そんな休日の過ごし方もいかがでしょうか。なお夕方のサンセットクルーズや夜のクルーズは若干お高めですが、それでも2400円ほどでした。所要時間は約90分ほどでしたので、私はお得かなって思っちゃいました。さて、木場のあたりを通過いたします。もともとこちらは貯木場があって、国内で消費される輸入木材の集約地。そんな歴史解説も船内アナウンスで流れます。最初は船内にいたのですが、それほど風も冷たくなく、外に出ることといたします。船の屋上に出れば天使の階段もくっきり。奥に見える風車はなんと100メートルの高さがあるんだとか。羽は長さが40メートルほどだそうです。こちらが船外屋上。船首側からの眺め。最高です。船長さんになった気分。少し走ると東京スカイツリーが見えてきました。なお、船外上部デッキでの注意点としまして、飲食ができないことと
柵にもたれかからないこと、そして船内船外問わず日傘は使用できないことだそうです。波しぶきを上げながら進んでいると大きな船が見えてきました。こちらは日本エクスプレスのロロ船。貨物を積み込んだトラックなどがそのまま自走できる船。なんと全長166メートル。総トン数は約1万トンだそうです。とここで珍しい船に会えました。東京消防庁の消火船です。放水船が立派ですね。船で火事が起こったら逃げ場がありませんから。見回りお疲れ様です。そして近未来のロボットのような港湾のコンテナのクレーン。ガントリークレーンは30トンや40トンのコンテナもあっという間に積み下ろしできるのだとか。羽田空港のそばも通るのでこの通り。海の上から眺めるとまた違った迫力がありますよ。こちらはコンテナ船の湾。日本郵船さんや商船三井さん、川崎汽船さんの合同事業のコンテナ船。ピンク色は日本の桜をイメージしているそうです。そして見えてまいりましたのが船の科学館、そして東京国際クルーズターミナル。運がいいと豪華客船が止まっているのを眺めることができるのですが、今回はどうでしょうか。止まってるかな、どうかな。止まってました。先日遊びに行った際も豪華客船がラッキーなことに止まっていたのですが、とても楽しかったです。その際の模様も動画にしておりますので、よかったらご覧ください。特におすすめなのが同じ場所に止まっている南極観測船宗谷。なんと無料で入ることができて、中の貴重な展示を見ることができます。当時の船員さんたちがどんな苦労をされて南極まで行ったのか、そしてタロとジロの物語など、そのうちジロは私の大好きな博物館、上野の国立科学博物館にいます。そちらも見どころを動画にしておりますので、よかったらジロに会いに行ってみてくださいね。応援したい博物館です。そうそう、今回泊まっていたのはシルバーウィスパー号。なんと前回動画を撮影した時と同じ船だったのです。一体どの世界を一周して戻ってきたのでしょうか。これはご縁があるってことかな。いつかシルバーウィスパー号に乗れるかもしれないってこと。ご縁を信じて、いつか豪華客船の旅もできたらいいな。湾岸には多くの客船ターミナルがあり、先日竹芝客船ターミナルから伊豆大島も行ってきました。伊豆大島への船旅も素晴らしく、三原山登山も楽しかったです。さて、そうこうしているうちにレインボーブリッジが見えてきました。海からは高さは約52メートル、24階建てのビルの高さに相当するそうです。最近では高さ60メートル以上の大型客船もあって、そういう船は通り抜けられないのだとか。水上バスのいいところは船で下から通り抜けられること。実際はド迫力なんですよ。よかったらぜひこの感動を実際に味わってみてほしいなって思います。ちなみにレインボーブリッジは遊歩道があり、実は無料で渡れるんですよ。サウスルートからは富士山が見られます。いつか渡ってみたいななんて思ったりもしています。食べ歩き動画もやっておりますので、歩け歩けですね。長さは798メートルだそうです。こちら HL01 ということは海上保安庁の測量船ですね。商用さんは約3000トンだそうです。あちらに見えるマンション群の勝どきエリアの前に止まっている白い船、名前がちょっと出てきません。残念。さて、
奥にはフジテレビさんの球体が見えてきましたね。ということはお台場海浜公園まであとわずか。あら、前方からやってきたのはホタルナ号ですね。ついつい手を振ってしまうと手を振り返してくれました。周辺には浜離宮恩賜庭園など見どころがいっぱい。浜離宮ルートは残念ながら現在休止中。前回そのルートは乗れなかったので別ルートですが、今回水上バスに乗れてよかった。海鳥たちがいっぱい羽を休めています。ブイの間を通過して多くの船を眺めながら間もなくクルーズも終了。大満足の旅です。皆様、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、行く前に聞き流すだけでわかるような説明を心がけています。お出かけやグルメ巡り、旬な穴場スポット、無料お得情報などもご紹介しています。少しでも休日の過ごし方のお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、いいね、コメントをいただけたら励みになります。エンジン中立というわけで無事に着岸上陸です。よいしょーっとお世話になりました。船に驚いたのかボラがぴょんと飛んでいました。船を降りるといい場所にカフェもあり、ゆったりくつろぐこともできますよ。お台場の砂浜をお散歩しながらお台場海浜公園駅へ。今回はゆりかもめ線ではなくレインボーバスで品川駅または田町駅へ行くことといたします。先ほど下を渡ったレインボーブリッジを眺めながら、バスは220円ほどです。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた来てくださいね。